結局ね、いきなりすごい作品は作れないってことですよ。当たり前なんですよ。すごい量をやらないとうまくならないんですよね。だから結局その地層のようなですね、経験をね、どうやって積めるかなんですよ。いっぱい積み重ねるような経験をどうやって積むかっていうと、いきなりすごいのを作ろうとしない、アニメだったら20分みたいなアニメを作ろうとしない、自分の、スペックっていうか能力から逆算して作れるっていうのがですね、実はこれが僕クリエイターの最初のスタートラインだと思います。自分の能力から逆算して企画を考えることができますか、皆さんは。これこそが一番重要なことです。これがクリエイターということです。ほとばしるような情熱と才能でもって、ぶつけることがクリエイターだと思ってませんか？そういう人はそれやればいいですよ。はい。でもそれできないでしょ、そんなの。で、大体そのほとばしる才能となんちゃらのやつはですね、もうすごい子供の頃からめちゃくちゃ書いてたりするんですよ、そういう人は。だから今18、19ですって言っても実質ですね、キャリア10年目、下手したら15年目ぐらい。もう子供の頃からずっと書いてたり、なんかそういう創作をしてる人っていうのは、今18だろうが20歳だろうがですね、それはね、キャリア10年目の選手なんですよ、もう。だからそういう人が、なんかあの人若いのにすごいねって。いや、若い年齢じゃないんですよ。クリエイター意識を持って始めたのっていつですかってことなんですよね。年齢関係ないんです。やった分だけ上手くなるし、やらなければ上手くならないんで、まあ当たり前の話なんですよね。大体ですね、初心者あるあるなんですけど、自分のハードルを上げすぎて自滅してしまう方なんですよね。僕が初心者の時の話で言うと、高校生の時にね、そのエヴァンゲリオンの絵コンテ集っていうのを買ってて、それずっと見てて、もうなんか暗記するほど読んでましたマジで。絵コンテ集と、あともののけ姫はこうして生まれたのメイキングを延々見るっていうですね。宮崎さんのコンテもちろんすごいし好きなんですけど、なぜかエヴァンゲリオンのねテレビの絵コンって僕なんか好きなんですよね。なんか作ってる感がすごくあるっていうのかな。カットに込められたアイディアみたいなのがめちゃくちゃ入ってるんですよね。自分の好きなコンテをやっぱり見るっていうのはとても大事なことで、やっぱりその自分の好きなものを見てそれを再現しようってことですよ。だから僕もいきなり全然絵描いてないところから自主制作アニメ始めましたっていうことじゃないんですよね。実はこれ半分本当で半分嘘だってことです。はい、裏でエヴァンゲリオンの絵コンテをガン見して暗記するほど見てて、僕通学に1時間ぐらいかかってたんですよね。ほんと遠くて。でそれで僕車窓というのかな、この電車乗りながら考えてたことが、この背景引き速度どういう風に差つくんだろうみたいな。手前のものは速くて奥のものはこのようにスライド、要するにアニメ的に処理したらどうなるかな、どう見えるかなって電車の中の見え方をずっとたまにこう外見て思ったりとか。要するにね、これね、実際の自主アニメを作る前から脳みそがその作るモードの作る視点でいたっていうことですよね。その絵コンってどうやって描くんですかって聞かれたそのアンサーとしては、自分の好きなアニメの1カット目からどういう映像の並びになってるか、なんかメモというかラフ書けますみたいな、それの練習するといいよって。そう300カットあるからね、全カットは無理だとしても最初の10カットとか20カットでいいですよ。冒頭の10カット20カットを何も見ずに、最初1カット目こういうの、2カット目こういうのってこうラフでいいから、そういうの書けますかって。でこれ何かっていうと、その将棋とか囲碁でいうとこの棋譜ですよね。囲碁とか将棋のね、ああいう棋士ってさ、すごい記憶力暗記力がいいのって言ったらさ、そうじゃなくてね、あれさ文脈なわけじゃないですか。いわゆる定石があって文脈があるわけですよね、棋譜っていうのは。だからこそ暗記できるわけでしょ。あれ絶対ここはこうなるよねっていうパターンがあるわけですよ。それと同じように映像っていうのもパターンがあるんだよって話ね。それはその絵コンテ講座でも話してたんですよね。冒頭のカットっていうのはすごいよりか引きしかないっていう話をして皆さん見てください。最初の1カット目どんな1カット目なのか。最初の1カット目ってかなり重要なんですよ。だから何かのアップで始まるか、何かその景色を映すための引きで始まるのか。最近で言うとよくアバンって言ってさ、アニメの前になんかこう入るじゃないですか。あれが本編の前に入るアバンなんかドアップで始まりますよね。ドアップで始まって、なんかこれ何なんだ、こういうところなんだみたいな、いきなり戦ってる、なんか戦ってるみたいなって思ったら、本編になったら、こういう街があって、こういうなんかこうファンタジー的な世界観でみたいなってのはよくあるじゃないですか。っていうのをやっぱりね、
絵コンテを描きたい人とか、そういうね、創作をしたい人だったら、なんかそれってどうなるんだろうみたいなね。例えばそのイラスト描きたいっていう人だったらですね、イラスト描きたいって思ってるってことは自分の好きなイラストがあるんですよ。漫画を描きたいっていう人はですね、自分の好きな、漫画があるんですよ。それってどんなかなって、下手でいいけど、それ自分の好きなものの再現っていうのをまず一回やってみましょうよ。ね。で、これが実はコンテンツを消費する側から作る側の視点に、移行するっていうことなんですよね。だからその素材に興味を持つっていうことかな。その上位のセクションに興味を持つと、これアニメの話なんですけど、結局自主制作って全部やるじゃないですか。それがうまくできるかできないかじゃなくて、こういうものなんだっていうことはですね、少なくとも分かるんですよ。やったことない人よりは0じゃなくて1になるわけですよね。これがね、とてつもなく大事な経験なわけですよ。初心者の人はやっぱね、何でもいいけどやってみようってことです。圧倒的なさ、能力差というかさ、圧倒的なレベルの違いみたいなものに直面した時に、やっぱどこかで思ってほしいんですけど、なのできるわけねえじゃんってこう思ってください。もう俺はそう思ってました。もうなの無理だよ、できるわけねえじゃんってね。そうだって今書いたばっかなんだもんって、今できるわけないじゃんって。ただそれで諦めるんじゃなくてね、だけど将来それを書きたいなって思うんだったら、今は無理だとしてもそれになるにはどうしたらいいんだっていうことをですね、ずっと考えてればね、いつかねそれっぽいものねできるようになるんですよ。大事なことは、なんかすごいいきなりすごい自分に難しいことをハードルを課して自滅するんじゃなくて、自滅して終わるんじゃなくて、じゃあどのルートから登ればいいんだろうっていうのをひたすら延々とやり続ければいいんじゃないですかね。それを楽しんでやり続けられるものをやりましょうよというか、選びましょうよというふうに思います。好きなコンテンツと描いて楽しい絵は全然違いますからね。僕ガンダムとか、富野さんのねガンダムとか銀河英雄伝説とかあれ好きですけど、だけど正直ね描きたいかっつうとね、そんな描きたくないですね、正直。ごめんなさいね。コンテンツとして好きと描いて好きは全く似て非なるものですよっていうことはしておいた方がいいかもしれないですね。好きなものと描きたいもの違うし、描きたいものの中で今描けるし楽しいっていうものと、次今は描けないけど上手くなって描けるようになったら楽しいっていうことと、おそらく一生楽しくないなっていうものの3つがあるんですよ。おそらくこの一生楽しくないなっていうものは仕事で絶対描かなきゃいけない時がちらっとあるかもしれないんですけど、それをですね3年5年10年って書いたら、まず多分ねマジでこう魂が終わるというか、自分の心が折れるので、可能な限りそういう絵とは、関わらないようにした方がいいです。それってほらかっこいいな、うまいな、すごいなっていう気持ちとね混ざりやすいんだよ。これかっこいいな、すごいな、うまいな、けど俺が描きたい絵じゃないなっていうのもあっていいわけじゃないですか。高尚そうに見える、高級そうに見える絵っていうものが必ずしも自分がやりたい絵とはね一致するとは限らないでしょ。なんか僕そこら辺の線引きはなんか割と早い時期にできてて、なんかすごいのなんか作画の真似事みたいなのをちょっとねなんとか頑張ってやってみようみたいな時期もあったけど、なんかちょっとちげえなみたいなそう憧れとか周りがすごいって言ってるものと本当に自分がやりたいことってちょっと違ったりするんですよ。自分のなんでしょうね、魂に耳を傾けるっていうとですねちょっとかっこよすぎるんですけど、そういう感覚はちょっと失わない方がいいんじゃないかなと思いますよ。